今日はね、カントプレートの説明動画でございます。そういうのをやっていこうと思ってます。エビドのカービングチャンネル。はい、カービングです。エビドです。難しいことは分かりません。チャンネル登録はご注意の皆さんこんにちは。ハンターじゃないです。ハンターじゃない。ハンターの帰りですね。ガシです。はい。今日はスキー場ではね、説明できないことをみんな話してもらいたいなと思ってます。エビちゃん。はい。ちょっと今日ちょっと難しいこと言うかもね。頑張ります。エビドも少し難しいこと言うので頑張ります。今日は。そうね。頑張れ。頑張れ頑張れ。ということで今日はカントプレートについて。そう、これね。はい。これ。はい。になんですけど、今ものすごい受注来てまして、売れてます。生産が追いつかない。追いつかない。ティーチャーカット大変でございます。はい。でも嬉しい限りですけどね。メールでね、結構質問がありまして、これはどうなんですか、これはなんですかっていう質問が何件か来てまして、購入した方からも右が曲がりませんとか立てませんとかあるんで、まあそこら辺をね詳しく後で説明するんですけど、まずは座学難しいやつね。はい。座ってられないやつ。そう。ああ、はいはい。をいきたいと思いますね。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。イエス。まずですね、ガスティスタイルについてどんなんかを説明してください。ガスティスタイルって聞いてなんじゃって思う人がいると思うんですけども、先代の稲見社長が生み出した滑りで、それをずっと教わって。ずっと教わって、はい、それをやってて、で、ちっちゃい加藤がショップも引き継いで、滑りもお前だったら大丈夫だと、教えてこいと、はい、お墨付きもらってね、はい、お墨付きもらって、いろいろ教えてるんで、で、そのね、ガスティスタイルで何なのって話する前に、カービングターンの種類について簡単に説明しようかなと思います。そうですね。はい。そのぐらい俺だってちょっとは言えんだぞみたいな。まあ、まずはこういう感じ。結構アルペンライダーが縦落ちって自分たち言ってるんですけど、スタイルね。あとはこういう感じ。今流行りのフリースタイルのフリースタイルのね、がっつり立てて下に厚さね与えて、なんか深回しって呼ばれてるやつね。そうで、ガスティスタイルはどんなんかっていうと、こういうの。はい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 。そうね。極端に書いてるからね。こう来て、こうやってターンして、こっち行くんだけど、この間何してんだって話なんです。そう、わかんないみたいよね。うん。確かにやってないとわかんないよね。そう、とりあえずここのね、こことここ。真ん中。ギューッと入ってきて、ここで加速させるの。ぐわーっとバツ字を使って前に抜いてくるよ、ぐわーって。普通だとここまで深いやつ切り上がっちゃうでしょ。それをカントの力があってバツ字の状態で動きで加速させて、で次のターンにここから入っていく。でドキューンと入っていって、またここでも加速をさせると。でまたドキューンと入っていって、ここから加速させるって、もう加速みたいなね。加速っていうとって思う人もいるかもしれないけど、ターンの後半でスピードが落ちないって思ってもらえばいい。そっちの方が分かりやすいかな。そうね。そうよく切り上がっちゃってなんかスピード落ちちゃうとか、深く回すと板がずれちゃうとか、全部フルカービングでゲレンデの端から端まで使えるターンです。そうね。で気持ちいいんですよ。そうね。だからね、ショートターンミドルターンができないとかっていうわけでもないんだよね。なんだけど、なんでやってるかってそうね。そう、気持ちいいから、ずーっとエッジに乗れるのよ。この加速が気持ちいいのよ。そこら辺ちょっと説明してもらっていいですか。まあここで前に抜いていくの。前に体を、上半身を前に持っていく。そうすると板が走り出す。それを使って加速をさせてる。気持ちいいからロングターンをしたくなっちゃうの。ターンの手前の後半の部分はここはターンの準備をしてるんだけど、まあ人によってはバツ重が大きければこれが位置が変わったりとか、すぐ切り返される人なんかだったらもうここでターン入ってる人もいるからね。それは人のレベルだったりとか、あれね、板によってもちょっと違うよね。そう人のレベルによっても変わるし、好みによっても変わるよね。なるほどね。速いのが好きでしょうがないっていう。非常に分かりやすく書いてるだけだから。で、例えば俺なんかで速いのが好きだからここまで伸ばしてるし。
それはいろんなものがあるけど、基本的なスタイルっていうのはこのガスティスタイルの滑りっていうのはこの赤の大回りっていう。大回りです。そうが基本になります。この滑りをミドルショートに持ってってる。なんでグーッとこういけるかっていうと、よく軸乗りってあるじゃない。こう人がこうそのままパンって倒れるの。あれってここまで来るとそのまま本当倒れちゃうのよ。倒れちゃうし、カウントがないから板が前が上がってきちゃうの。ああ、こうギューって上がってきちゃう、そう、前に押し出せないのよ、カウントとかないと。これはカウントが入ってる、カウントがあるから前に伸ばしていける。この角度がついてる。踏むんですもんね。そうそう。重心を移動できるんだよね。そう、重心を移動できる。そのあたりがね、理屈理論だとこんな感じになるっていう、図解説明がね。そうだね。あとはこうガスティ滑りのすごいところでカウントのすごいなって思うところは、こういうフリースタイルのターンとか、その軸のターンって真下に板を踏んでっちゃうのよ。なかなかね、前に踏み出すって難しい。だけどカウントが入ってると斜めで押せんだよね。そう、斜めになってるから斜めに押せるから、すごい抵抗値が少なくいける。下のイメージ的にはこういう動きがいっぱいできるみたいな。この姿勢で踏むから真下に踏んでるっていうんじゃないんだよね。そうね。そうそう。それは後で見てもらいますけど、動画後半でちゃんと出します。そう、だから減速もしにくいの。もう一つカービングのほかにずらしっていうのがかなりカウントプレートつけると自由度が上がるじゃないですか。やっぱキレとずらしってちょっとベタじゃなかなか難しいっていう方を、そのあたり説明をお願いいたします。はい、できますか？上半身をくるって回すとずれるの。そんぐらいしかわからん。近いですね。見えるかな？ここスノーボードがあるじゃん。足ここにこう乗っかってるじゃん。これを荷重を片方にしてあげます。例えば俺らでいうバックサイドであれば、これ前ね、こっちに曲がるときには前足だけに乗る。そうするとここだけの点になるから板が動いてってくれるの。ずらすじゃないんだよね。滑ってくれるっていう感じ。だからワンフットで板がザーッていくようなイメージ。そうワンフットって結局あれも点が一つになりやすくなってて、板がつるーって曲がるじゃん。あんなイメージ。フロント曲がるときは逆に後ろ足だけに乗ってあげる。でそうすると板がスーって。そうね、前がここで言うとこういう動きをするってことでしょ。そう。ここを視点というか動く点として動くってことだね。でこれを2つにしちゃうとずれなくなっちゃうのよ。先代の稲道師匠からも同じこと言われた。点が2点になっちゃうから。物理的にそうですよね。そう物理的な問題なんだけど、そうでこれを使って俺らはずらしっていうのもやってる。でこれができると、そのずらしっていうのができるといつでも止まれるのよ。例えばカービングの最中にやべえぶつかっちゃうっていう瞬間とかあるじゃん。前に誰かが来たとかね。そうでそういう時にすぐザってずらせることができる。スイングターンってやつで教わったやつだね。そうそれをやれるとまず怖くないで安全に滑れるっていうのが俺の中ですげえ大切なこと。僕らも先代に教わった時に安全に楽しく滑れる滑り方って聞いたんですよ。であともう一つは転ばない滑り。そうだね。で最終的にはスキー場の人たちの注目を浴びるかっこいい滑りになるっていう。それもあるんだけど、教わったことがあって、バーンがこうやってあるって言ったじゃん。一番目立つ滑りっていうのは一番こう大きく幅をいっぱい使って上下をいっぱい使う、それ以上はないって言われました。確かにそうね。一番使って上下もこういけば一番動作が多いからね。そう確かに、極端な話で言うと、こういうバーンをバーってまっすぐ直下ってる人がいるとするでしょ。パッと見なんかすごいと思わないんじゃない？パッとすぐ終わっちゃうけど、ずーっとこうだとうざいじゃない。目指すっていうことだと思うんだ。そうですね。それがねガスティスタイルっていうところで、基本はあれですよね、大回りをベースにして、ミドルとかショート、あとずらしっていうのもいけるってことですよね。でそのためにはこのカービングカウントプレートがないとできないんですよ。でその動作はちょっと後半にティーチャー加藤からレクチャーしてもらいますんで、楽しみに皆さん見ててくださいね。
じゃあガスティスタイルの内容はこんな感じで。はい。はい。ありがとうございました。おい。はい。